すいません。今日はですね、ちょっと、前回の母宿者アンチの動画の、謝罪をしたいと思います。僕がですね、未熟な腕なのに、演奏能力もなくて、で、録音能力もない状況で、変な動画を撮ってしまって申し訳ございません。僕の中ではですね、母宿者アンチへの挑戦と言っておりますが、挑戦状と言っておりましたが、ちょっと僕の中ではちょっとふざけてた感じなんですが、ちょっと知らない方々に、誤解を招いてしまって申し訳ございません。わからなかったら坊主にしろとか、言ってたのは、僕の中では冗談でございます。すいませんでした。申し訳ございません。でですね、ちょっと5チャンネルの方の掲示板の方でもちょっといろいろありましたので、それを、それぞれ、紹介してですね、謝罪していこうかなと思っております。ちょっとね、僕のキャラの方がちょっと、やっぱり理解してない方が見られた以上は、こうなっても仕方ないかなと思っておりますし、それは僕の、未熟な部分でした。すいませんでした。誰が見ても楽しめるような動画を作るべきだったと僕は思っております。ということで、それぞれですね、掲示板に書かれたことに対してちょっと僕の思っていることとか感想とか謝罪とかをしていきたいと思います。はい、ことの発端はですね、この動画の前回の動画になります。サムネイルがですね、母宿者アンチへの挑戦状、歪み5個から聞き分けろという動画の、内容となっております。ほいでですね、どうせ僕の動画はかしょってしまうので、どうせなら5チャンネルにちょっと書き込んでですね、動画の再生回数を稼ごうとしたのが、正直なところでございます。これが全ての発端でございました。すいませんでした。するとですね、このようにですね、ここの種類にいるやつを聞き分けられんど、わらわらというレシュがついてですね、やっとレシュが来たと思っておりました。ちょっと嬉しかったんですね、この時は。こちらのコメント、返信いただいた方ありがとうございます。はい、続いての返信がですね、私の動画を引用してですね、声優の森久保祥太郎のモノマネみたいだ。森久保祥太郎は業界で若本なんとか、これシェルの声の方ですかね。アナゴさんの声の方と並ぶ定着した話し方で弱虫ペダルの牧島祐介は森久保自身が森久保祥太郎のモノマネをしているような非常に癖の強いキャラとなっていると、そこじゃないだろうと思いながら面白い返信だなと思っておりました。ちょっと森久保さんのことはちょっとわからないんでしょうが、これも後で調べてみたいと思いますが、このあたりはですね、まだ僕も、なんていうんですかね、まだ楽しめてたわけでございますよ。面白いなって思いました。こういう返信を見て。そしてですね、このあたりからちょっと流れが変わってくるんですね。作業言えないキモテの動画見たけど、ボシュ以前にひどすぎだろ。ベリンガーだからなのか知らんが、オーディオインターフェース直で暗趣味なしのこんなクショーと撮る時点で、全部100均の手作りペダルかと思ったわということでございますね。すいませんね。作業を言えないのは申し訳ないです。キモータなのも、それは、なんていうんですかね、その侮辱とかそんなんじゃなくて、僕のことを形容詞として捉えております。とにもかくにもですね、確かにおっしゃる通りなんでございますね。録音の仕方がやっぱ良くなかったんでしょう。申し訳ないでございます。100均の手作りペダルって、もしこれできるんであればちょっと作ってみたいなと思いました。そしてですね、先ほどの、コメントに対してですね、545さんがですね、不正解したんだと言うと本人だって発狂されるのかなと、おっしゃってくださってます。これ私じゃないでございます。
で、その次の、コメントですね。それに対してそういう予防線張ってるところがガチで本人だわ、これ。その次に始まったってなんかこのタグみたいななんかつけてるんですかね。ちょっと文字化けしてますが、この546は僕ではないでございますね。ほいでですね、この時結構その動画の再生回数が上がってきたんで、いい感じなのかなって思っておりまして、先ほどのね、その本人だと思って発狂されるって言われてた方の、フォローも兼ねてですね、私が本人ですということで、このようなレッシュを、書いております。で、私がこの時何を言いたかったかというとですね、まず動画をアップロードする前にですね、ちょっとお知り合いの方にですね、そのざっくり編集した、動画を、3名様にちょっとお渡ししてですね、どうですかっていう感想を、一応聞いてみました。で、その方たちは、ギター歴10年とか20年とかそれ以上あるような人たちでした。で、その方々にお渡しした動画にはですね、ヒントの動画がなかったんですね。ヒントがない状態でお渡ししたんですが、一応どれがボスかは分かりましたとおっしゃっておりまして、でも初心者の方にも楽しめるようにちょっとヒントを出しといたらっていう風にしたので、後でそのヒントのその項目を追加する形となりました。で、その方々たちのアドバイスとしてはですね、音が悪いとか、フレーズのチョイスが良くないとか、そういうクレームは来ると思うけど、分かる人だったらそんなこと言われなくても分かるから、そういう人はそのレベルなんだと、思っていればいいよと、アドバイスをいただきました。ほいで、それをですね、要するにここにも書いておりますが、録音の音が悪いという人はですね、例えば車に詳しい人なら事故で潰れた状態でも画質の悪い防犯カメラの映像でも車種がわかると思いますというふうにちょっと捉えてそれをここに書いてしまいました。ちょっとね、僕のキャラを誤解というか、その理解してない方にこういうのを書くのは良くなかったですね。申し訳ございませんでした。悪気はありません。本当は皆さんに楽しんでいただきたかっただけです。申し訳ございません。それに対してですね、エフェクターは聞くだけじゃなくて、聞き手の感覚とかあるんだと。そういうのも加味して母宿臭いとかそういうことがあるんですよっていうことを、566番さんはお教えくださっております。それで、その566番さんは母宿臭がどうこう言う前に、そのエフェクター探求以前に、ギターの練習してくれとおっしゃってくださっております。僕はそのエフェクターをですね、探求したのは、その練習に飽きないために、楽しみの一つとして、ちょっとお借りしたりしておりますが、566番さんのおっしゃっていることは、非常にわかります。芯を得ていると思います。そして568番さん、マジで本人なの。後輪は草だわと、おっしゃってくださって、その草がいつかですね、花が咲けばいいなと思っております。ほいでですね、ちょっと腕に関してはですね、僕はギター歴2ヶ月なので、その辺はちょっと多めに見てくださるかなと思ってたんですが、やはり知らない方にとっては、ノイズでしかなかったんでしょうね。ちなみにこの、キニーと同じで絶望的な腕と書いておりますが、そのキニーさんという方をちょっと探してみたところ、僕の多分、ギター歴2ヶ月ですが、僕と同じぐらいの方がですね、同じようなことやってたんですね。確かにおっしゃることがすごくわかりました。ありがとうございますって話でございます。そしてですね、570番さんがくだらん乗せて見に行くバカも同類だわと、おっしゃっておりますが、確かにこのコメントが書かれるまでは結構動画の再生回数伸びてたんですね。ちょっと僕の陰謀がバレてしまいました。鋭いでございます。ごもっともでございます。ちょっと話が前後しますが、キニーって誰ですかというコメントに対して572番さんがですね、キニーはあなたの未来の姿ですよ。キニーエフェクターで検索しなさい。ついでに彼の演奏動画を見なさい。さすればあなたの未来も少し変わるでしょうと。さっきおっしゃったようにですね、ちょっと申し訳ないんですが、確かに、僕と同じような感じでした。
そしてですね、この神のようなお言葉、この572番さんのお言葉をいただいて、私はちょっとショックを受けましたし、自分を見直すきっかけとなりました。ありがとうございます。他の方はですね、彼の動画を1秒見ただけでも無駄と言えるとか、無駄とか言いつつ、すげえ詳しいのお前らわらわら、めっちゃ見てしょわらわらとちょっと盛り上がっておりました。ここからですね、私へのその返信がいっぱい続きましてですね、ちょっとたくさんあるので、すべてちょっとピックアップできないんですが、なんていうんですかね、5チャンネルとか、2チャンネルって結構その無茶苦茶なアンチコメントが多分多いと思うんですが、どれもですね、よく見ているとですね、ちょっと私に対してこの愛のある無知みたいな状況でですね、結構その、心に突き刺さるような、ご指摘が多々ありました。そんな中ですね、こちらの返信に対しては、シンプルにですね、心に刺さりました。その刺さった矢は取れておりません。はい、ということで、皆様申し訳ございませんでした。本当にいろいろ、ご指摘いただきましたが、中にはっていうか、ほとんどがですね、なんかその愛のある、お言葉で、本当に、ありがたく思っておりますし、ちょっと自分を見直すきっかけとなりました。すべての発端は私なので、その感情を煽るような真似をして申し訳ございませんでした。そして、アンチコメントといえども、次につながるようなことを、皆様、いただいている方が多かったので、そういったところはですね、本当にお会いしてもいないのに、そういう、気を使ってくださったりとか、していただける皆様、本当にありがとうございます。皆様もね、顔も知らないし、どこに住んでる人なのかも、年齢も性別もわかりませんが、インターネットの向こう側に人間がいるということを、しっかりと皆様、前提にされているんだなと思っております。本当にありがとうございました。ということで、ちょっと今後もですね、音楽の方もやっていきたいと思いますが、何分ですね、ちょっと自分のギターをですね、ジャンクギターか何か買ってきて、制作するという動画をちょっとやりたかったんですが、なかなかいいギターがなくてですね、で、今はちょっとギターの整備をするために、お知り合いの方からですね、ちょっと、ギターをお借りして、その整備させていただいております。失敗しても、皆様、笑顔で、許してくださる皆様にも、本当に感謝しております。ということで、今回本当に皆様、申し訳ございませんでした。これからまた、ちょっと改めて動画の制作をしていきたいと思います。ありがとうございました。